私は今ギリシャの首都アテネの一番の繁華街でありますエルム通りの入り口に立っております。クリスマスも近くなってきまして、ここギリシャでも至る所でクリスマスの飾り付けが見られるようになってきました。この広場でも大きなクリスマスツリーが点灯されています。今日はこのエルム通り周辺を散策してみたいと思います。時刻は日没の5時5分を少し回って今5時40分ですね。もう日も暮れて辺りは暗くなっております。さすがに世界屈指の観光地アテネだけありまして、ものすごい人ですね。今日日曜日ということもあるんで余計なのかもしれませんけれども、昼間アクロポリスに登ってきましたが、その帰りここを通った時もやはりすごい人でした。ここからがエルム通りのストリートになります。基本的にはショッピングストリートになりますので、両側には衣料品や靴、貴金属、お土産屋さんなどのお店がずらっと並んでおります。これまで滞在してきた東ヨーロッパ、南ヨーロッパの首都、夜ですね歩きますと、私は好きなんですけども、ぼんやりと灯るオレンジ色の街灯が点々とあるような感じで、どちらかというと薄暗い感じの街が多いんですが、ここアテネのエルム通りは全く違います。まるで東京の新宿歌舞伎町か大阪の道頓堀かというぐらい明るく賑やかですね。通りにはストリートパフォーマンスをする芸人さんがたくさんいます。よくわからない楽器を奏でてたり、歌を歌ったり、アクロバティックな芸を見せたり、いろんな人がいます。こちらは何でしょうか。何かお客さんを巻き込んでゲームをやってるみたいですね。Please, my friend, look forward. Okay? Don't speak, don't laugh, don't move. Okay, I'm serious. Deal? Deal. Ακόμα γελάστε στο φίλο. Hey guys! さっきのゲームをやってるパフォーマンスのところにはすごい人が取り囲んでますね。ゲームをしてる司会者はおそらく芸人さんっぽい感じですね、喋り方を聞いてると。いや本当に明るいですね。これだけ明るい首都の夜は久しぶりです。もちろんカフェや飲食店なんかも若干ですがあるのはあります。ただ多いのはこの先ですね。そちらの方に行きますとものすごくたくさんのレストランがあります。焼きとうもろこしの屋台はよく見かけますね。
さな子供まで、いろんな芸が見られます。Down, I was thinking about you, about you, about you. Well, I love the air to breathe, to go inside, about you. このめちゃくちゃ賑やかな繁華街のど真ん中に、古い教会があります。入れそうなのでちょっと入ってみたいと思います。壁から天井にかけて、キリストの壁画が描かれています。写真ビデオはどうもダメだったみたいで、声をかけられましたので出てきました。引き続きエルム通りを進みたいと思います。やはりアテネのここにも H&M がありました。さすがですね。昼間通った時は確かザラもあったように思います。こちらの通りに入りますと両側はレストランでびっしりですね。画面中央奥にアクロポリスのライトアップされている姿が見えます。すごく賑やかですね。おそらくこの賑やかさは映像を通しても十分伝わるんじゃないかと思うぐらい賑やかです。地下鉄の駅のある広場に来ました。ちょうどエルム通りの真ん中あたりに位置する広場でありまして、アクロポリスへ登る入り口にもなっているところです。昼間もここを通りましたけども、昼間も非常にたくさんの人たちがいました。今もそうですね、むしろ人が増えているような感じもします。この辺りに来るとレストラン、カフェの方がだんだんと多くなってきますね。ライトアップされているアクロポリスがご覧いただけますでしょうか。ちょっと周りが明るすぎて、GoPro では映らないかもしれませんが、非常に神秘的で綺麗ですね。地下鉄の駅のすぐ横にあります、これはフレアマーケットと読むんでしょうか。ちょっと分かりませんが、こちらも人が多いですね。ここはお土産物に、あと衣料品関係、靴、売ってるものはさほど変わらないんですけども、お店の規模がより小さくなりまして、親近感のある商店街といった感じですね。ナッツ類が売られてますね。
非常にたくさんのお土産屋さんや雑貨屋さんなんかもあります。このギリシャは位置的にヨーロッパでも一番南、バルカン半島の一番南の先にある国でありますので、すぐお隣がトルコだったり、その先にはシリアだったり、ヨルダンですね、あたりの中東の国なんかにも近いです。あとエーゲ海を挟んでその先にはエジプトを含めたアフリカ大陸がありますので、もともとのギリシャ系の住民に加えて、中東系の人たち、トルコ系の人たち、あとアフリカ系の人たちなんかも混在している、非常に、人種的には多岐にわたった、町ですね。フレアマーケットの終点まで来ました。こちら側にレストランがたくさんありますので行ってみたいと思います。奥にはライトアップされたアクロポリスが見えます。非常に綺麗ですね。で、手前、こちらの方は前回昼間に来たアンシェントアゴラですね。こちらもライトがつけられていて非常に神秘的な雰囲気です。こちら片側が左側ですねがレストランでずらっと埋め尽くされてまして、右側が今ご覧いただいたアンシエントアゴラですね。古代ギリシャのアゴラで、アゴラとは人の集まる場所ということで、この都市国家の中でも特に、人の交流がある、例えば商売であるとか、政治経済の話し合い、会合なんかをこのアゴラでやってたというふうになっております。時刻はまだ6時前なんですが、辺りはもう真っ暗になってまして、夕食を楽しんでいる方が多いです。気温は今現在17度ぐらいで、ちょっと蒸し暑いぐらいですね。本当にすごい人ですね。どのレストランもたくさんお客さんが入ってます。ちょうど屋外で、お酒を飲んだり食事をしたりするにはいい頃合いの時間であり、気温であると思います。ちょっとお腹が空いてきましたので、せっかくなのでこの辺りで、どっかレストランに入ってギリシャ料理を食べてみたいと思います。せっかくなので、アクロポリスが見えるあたりのお店にしたいと思っております。そうなると結構混んでるお店が多そうですね。この店からがよくアクロポリスが見えそうなので、この店にしたいと思います。道沿いの一番アクロポリスが見える席を取りました。いいポジションだと思います。本当に目の前がアクロポリスですね。素晴らしいです。料理が来ました。ギリシャ料理ですね。名前ちょっと忘れましたけども、ではいただきたいと思います。中はこんな感じですね。豚肉の味と
脂身がよく絡み合ってこってりした感じですね。味付けとしては塩味がベースですが、エジプト、トルコあたりで食べたことのあるような、独特の風味、香辛料だと思いますけどもが感じられます。美味しいです。あと中にじゃがいもなんかも入ってますね。ちょっと見えにくいですけども、これじゃがいもですね。こんな感じです。肉本来の味がよく味わえる料理ですね。美味しいです。見えますでしょうか。こんな感じですね。包み焼きですね。非常に美味しいです。じゃがいもですね。それでは食べ進めていきたいと思います。完食いたしました。非常に美味しかったですね。この包み焼きの豚肉、じゃがいも、人参も入ってましたね。これが素材の味がそのまま出てる感じがして、あとトルコあたりで食べたような、独特の風味のある香辛料だと思うんですけども、それもよく効いてました。美味しかったです。あと特質はやっぱりこのパンですね。ちょっと今までヨーロッパで食べたパンとは若干違います。インドのナンに近いような感じでもあり、エジプトで食べたパンにも近いような感じ、少なくともヨーロッパで一般的に食べるパンではないのは確かです。非常に風味があって美味しかったですね。完食いたしました。最後に赤ワインを注文しましたらサービスでデザートくれました。中国の杏仁豆腐によく似た味ですね。いちごのシロップがかかってます。美味しいです。お腹いっぱいになりました。美味しかったですね。この辺りのレストラン街はこれからまだまだ人が増えそうですね。非常に気持ちのいい夜です。本当に賑やかな街ですね。冒頭でも言いましたけども、世界でも屈指の観光地らしいなという気がします。本当に。参考までに先ほどの夕食が28ユーロですね。日本円でだいたい4500円ぐらいです。先ほどのボリュームの料理にビールが1本とグラスワインが1杯ですね。ちょっと高い気もしますが、観光地のど真ん中のレストランということと、ギリシャはやはり他のこれまで行った国々に比べるとやはり物価が高いように思いますので、こんなもんだろうというふうに思います。内容的には非常に満足する夕食でありました。お腹いっぱいです。今日はギリシャの首都アテネの一番の繁華街でありますエルム通り周辺を夜散策してみました。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。